ごきげんよう、望月ひまりだよ。今回はひまりが昔メイド喫茶で働いてた頃の話。ひまり過去にはいろんなバイトしてて、ソフモップとかメイド喫茶とか、あとはヒーローショーのお姉さんとかいろいろ経験してるんだけど、メイド喫茶は特にやばかったから半年で辞めたんだけど、その時の話をします。そもそもひまりのメイドさんの印象はなんとなく楽しそうだなーぐらいの感じで、きっかけとしては偶然お友達に誘われて入ったんだけど、実態は超ハードだったの。優雅にねティーカップを置いて一礼みたいなイメージのうさぎちゃんもいると思うんだけど、ひまりが入ったメイド喫茶はもう経営の店長がもうビシビシ行くぞって感じで、もうメイドさん一人一人にお前らは経営者の目線に立ってサービスをするんだ、そうすればおのずとエンターテイメントへと昇華するみたいな感じで、ノルマ80万100万、今日は連休の中日だから100万いっちゃうぜみたいな感じで、みんなでもせかせかとこの1時間の売り上げお昼の時間帯より低いよ、頑張って客単価もっと上げてみたいなことをやらされたりとかして、もう日々ノルマを果たすためにひまりたちメイドは働かされていたの。ひまりチャンネルで、どうやってノルマを果たしていくかっていうと、オタクの回転率を上げないといけなくて、ご主人様が長くいるよりもとにかく大量のご主人様を投下しろ、今すぐにだーっていう感じで、みんなで一生懸命呼び込み頑張りながら1時間500点みたいな感じでチャージ料入国料をもらいながらせかせかとオタクを引き連れては排出し、その短い時間の中でどれだけお金を使わせるかっていう夢の国だったの。ひまりチャンネルで、そうだな、どうやってその短い時間の中でお金を使ってもらうかっていうと、例えばね、萌え萌えシャンパン、日本ではドンペリって呼ばれてるんだけど、通称夢の国では萌え萌えシャンパンみたいなのがあって、それを入れてもらって、で入れてもらったご主人様にはステージに上がってもらって、ご主人様から萌え萌えシャンパンいただきました、ありがとうございます。ご主人様飲んでください、うわーみたいな、そんなショーもありましたこうやってね、ドリンクは利益率が高いということで、とにかくドリンクが減ったら、ちょっとでも減ってたら、ご主人様おかわりいかがですかみたいな感じで、もうみんな客単価を上げるために必死だったわけで、こうやって毎日ねいろんな思いをして、修例では社長にまだ足りねえ、お前らはもっとできるはずだ、もっとだ、エンターテイメントをもっとだって言われて、その結果先輩は全員消滅。1ヶ月でひまりは新人ではなくなり、一番上に上り詰めてしまったのです。ひまりチャンネル日本におけるメイドさんとご主人様っていうのは、言っちゃえばごっこ遊び、幻、白チューム、デイドリームみたいなものなわけ。デイドリーミーを維持するにはお金が必要なの。商売って大変だね。ってことで、ご主人様の回転率を高めて、それでも足りないとひまりも呼び込みをしに行ったりするんだけど、修例の時にね、呼び込みに行った人は何人ご主人様を呼び込んだのか報告しなさいっていう謎の制度があったわけだから、ひまりたちはちゃんと何人のご主人様を呼び込んだか忘れないように、手のひらに正の字を書いて、今日はご主人様30人呼び込んだなーみたいなことを修例で報告してたので、やっぱりメイドさんみんな体に正の字を刻んでいるわけ。そうなるとご主人様が、ひまりちゃんその正の字何の数ねえねえって聞いてくるから、そうなったらアイスクリームを食べた数だよみたいな感じでごまかせって教わってましたでもね、呼び込みもすごく楽しいことがあって、近所のね国があるわけよ。戦国の国とか忍者の里とか
いろいろあって、その中でね、一緒にこうチラシ配りとかしてると、こう忍者と仲良くなって、じゃあひまりたちも忍者の里遊びに行きたいとか言って、こう休みの日とかに忍者の里に遊びに行ったりとかして、結構ね楽しかった。でも忍者の里も夢の国もシステムは一緒かなって感じだったよ。ひまりチャンネル。で、ご主人様の数を満たしたら満たしたで、そこで単価が伸びないとやっぱダメなわけ。お昼ならご主人様一人当たり2500円ぐらいの単価は出してくれないと、みたいな感じになってくるのね。そうすると、はい、みんな集まってー。客単価今1800円です。あと最低でも500円はあげないと今日の売り上げ届かないよー。はい、あげとこう、頑張っておい、ひまり、あそこのご主人様タバコ吸いに行ってるよ。ほら、これ持ってって。はい、ご主人様、ほら、このライターでタバコ吸うとすっごい美味しくなるんですよ。はい、勝ち。はい、このライター500です。1ですか？ 1 円ですみたいな感じで、ドリンク、フード、席だけでなく物販も大事な客単価を上げるための要素だったの。ひまりチャンネルって感じで単価を上げる努力を頑張るんだけど、やっぱりそれでもダメだったって感じになると、そうなるとやっぱりお叱りがあるのね。エロゲだったらこうダメなメイドに対してお仕置きという名の量の辱が繰り広げられると思うんだけど、ひまりがいたメイド喫茶では先輩メイドからのお説教。ひまりが働いてたメイド喫茶は裏のこの非常階段が朝礼兼喫煙所だったんだけど、そこでこうタバコをね、フィリップ・モリスだったんだけど、フィリップ・モリス吸いながら、ひまりさ、今日の客単価低かった理由なんだけど、ちょっとご主人様に構えすぎだなって思った。もう切り上げちゃっていいよ、ご主人様の話。長いから。あいつらさ、必死だから、少ない時間をメイドとこういっぱい話したいって思ってるから、やっぱご主人様の気持ちはわかるんだけど、切った方がいい。はい、すいません。やっぱ他のメイドに負担かかっちゃうんだよね、構えすぎると。だからもうご主人様は切って。はい。みたいな感じのことがあったのね。ひまりチャンネル。結局そのメイド同士のいさかいというか、そういうものに巻き込まれたりとかしたこともあったりして、ひまりがメイドの先輩にね出勤してきたら、ひまりのメイド服がゴミ箱の中に落ちてる。ハンガーラック壊れちゃったんだな、みたいな感じで気づかなかったんだけど、捨てられてたりとか、あとはひまりが終わったよーし、じゃあお化粧直ししようかなって思って開いたら、ぐずぐずに崩れたファンデーションがひまりの荷物の中に誰か落としちゃったんだ。グループ LINE で知らせてあげよう。誰か落としてませんか？名乗り出ないなぁ、みたいな。これは後で分かったんだけど、これも嫌がらせの一個だったんだけどね。ひまりは気づかないうちにいじめられてたみたいで。でもそのメイド喫茶の帰りにエロゲの体験版配布とかしてるところでね、出会ったりとか、それをきっかけにエロゲを好きになったりとか、そういうたくさんのね、かけがえのない出会いがあったから、いい思い出の一つかなって今は思ってるよ。メイド喫茶がエロゲの舞台になることも多いしね。ひまりチャンネル。こんなところかな。ひまりはそんなこんなでメイド喫茶を辞めちゃったんだけど、引き続きこうやってうさぎちゃんたちに夢を与えていきたいなって思ってます。ちなみにひまりはフィリップ・モリス吸ってないし、そもそもタバコも吸ってないよ。本当だよ。ひまりの嗜好品はパグの体臭です。チャンネル登録
よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね。してね。よろしくして。